はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、特別な動画となっております。千葉県の館山で、昔ね、関東地方の釣り人なら誰もが一度は聞いたことある、もしくは行ったことがあるというですね、自衛隊堤防という堤防がありました。2020年に閉鎖されてしまったんですけど、その後ですね、多くの関係者、主に館山を中心とした NPO 法人の海辺の鑑定団様とかブルブルですね、それから地域の釣り具店、そういったところが一生懸命掛け合って、で国土交通省、千葉県館山市とも協議をしながら、今日はですね、館山港2号防波堤といいます、正式名称。その館山港2号防波堤の試験開放を行う日となってます。僕たちの目的としては、ここがいかに釣りに適した素晴らしい堤防かということと、それからマナー、ルールをどういうふうに運用したら今後開放に向けて使うことができるのかということを検証するためのですね、一日となっております。ということで、先ほど受付を終えまして、もうすでにね30人ぐらいかな、今回ね特別に各関係者から集められたメンバーですね。で、一番今回主催となっているのが日本釣り振興会です。で、私もですね、2024年から日本釣り振興会東京支部の理事に就任しまして、いろいろ頑張っております。今回その活動の一つとしてですね、動画を撮らせていただいて、多くの皆さんにこの釣り場開放に向けた動きを知ってもらうと同時に、マナーとかいろんなね取り組みなんかも見てもらえたらと思います。はい、じゃあ早速入りましょう。はい、ここですね。自分も3年ぶりぐらいの通行になります。閉鎖された背景は県外移動のタイミングもあったと思うんですけど、プラスやっぱりマナーの問題、違法駐車の問題、それから漁業者さんが生けす等を張って作業してるんですけど、そこにね釣り具が引っかかる等のトラブルも多いということで、非常に難しい問題を抱えながら運用されてたんですけど、コロナっていうきっかけなのかな、一回閉鎖されてしまいました。もう本当にね、ずっと試験開放に向けて各関係者年にね数回の協議をずっとしておりました。ブルブルの取締役の吉澤達郎中心にねこの問題取り組んできまして、今日ようやくね試験開放ということで、懐かしい風景が広がってきた感じですね。ここでスミイカがめちゃくちゃ釣れたのが何年前だろうな。釣りビジョンさんでも番組をやりましたね。ちょっと残念なことにめちゃくちゃ雨が降ったようですね。水潮になってるな。弊社取締役の吉澤です。ていうか今めちゃくちゃ取り込み中、もしかしてプールに水を入れようとしてる。今回釣れた魚をねここに貯めて、どれぐらいの魚がね取れるのかっていうのをね調査しております。後でちょっと話聞くんで、じゃあ行きましょう。じゃあこの辺でやりましょう。今日はうちの子たちもひろっちょいで、かぶってていいよ、かぶって。はい、館山はね綺麗だよね。内湾の中にある町だから基本波がなくて、普通の堤防はここに消波ブロックがドカーってあったりするんだけど、それがないんで、釣り人とか例えば子供が近寄るにしてもライフジャケットつけておけばそう危なくない。落水のね危険性はもちろんあるんだけど、ちゃんとライフジャケットさえ意識高く着用してれば、消波ブロックとかね落ちた後大変なんだけど、そういうのもねないんで。今日ですね、私釣り物すごい悩みまして、ちょっとこうどうしても子連れで出遅れるだろうなというのと、別にバトル戦いじゃないんで出遅れるとかいうそういう概念もいらないと思うんですけど、プラスこれだけの人数でやられるので、皆さん今回の開放に向けて動いてきた人たちのいろんな各ジャンルですね、磯釣り、投げ釣り、ルアー釣り、そういった人たちが穴開いちゃってるよこれ。あちょっとなんかはい、ということで釣り物が何を釣ろうかなっていうので、今回のねいろんなメディアの方も来られてるんで、子供たちはうちぐらいだから子供が魚を釣ることが一番こう社会的なメッセージとしては大事じゃないかと思うんで、そっちの準備をしてきたのと、で私は今回ねプロアングラーっていう顔はいらないかなと思って、あえてちょっとこう一般人ピーポー感を出して来たんだけど、麦わら帽子かぶってるの俺だけみたいな、そんな意識でなんか妙にちょっと釣りの上手い一般の人みたいな雰囲気で来てみました。どうでしょうか。溶け込みつつ、あまりこう村岡正則ってバレないように来たんですけど、さっきから
ほぼ全員にご挨拶されてるという、まあ悪事千里を走るって言いますから悪いことはできないんです。19歳ぐらいの時初めてここ来て32年29年通って1回閉鎖になって3年ぶりですね。さあ広地釣るか。まずいつもの仕掛けです。さあ早速釣るんだ。お話聞かせてください。ちょっとこちら、さあ、はい、ようやく4年ぶり2020年の4月の20日ぐらいです。日本が一番暗かった時ですね。そうだね、はい、悲しいニュースでしたけど、収容人数がどれぐらい適正なのかとか、有料管理釣り場とかいう可能性も一応模索して、今模索しているのは開放しようかってことでしょ。そうですね。でそれを検討するために一度ダーッと入ってもらって、釣りが分かる人たちで、まずは安全にやれることとか、ここ例えばちょっとまだやっぱボコボコなんで開放したら危ないかもしれないとか、そういう検討とか、はい、含めてですね、いろんな釣りがあるからどういう釣りがいいのかとかね、ルールもいろんな釣りをしてみて、こういう釣りは危ないとか、この釣りならもうちょっと人数を入れられるとか、そういうのも検討しているような段階ですね。今後はこれを受けてこの後午後ねミーティングなんかやって、でそれからどうなっていくんだろうね。今目指しているのは、立山港の国土交通省がやっている釣り文化振興港の登録というところで、そうすると釣り文化を広める港と認定されると、よりこう開放に向けてとか、有料化も含め、他今見えてる築港とか、他そこの夕日桟橋とかですね、立山港でもっと釣りに適している場所もあるので、それも含めてもっと立山で釣りしましょうよ、立山に釣りに来てくださいっていうような流れにしたいなというところで、10年前から比べたら入れるとこが本当に減って、経済的効果って言ったらね相当損失よね。そうですね、多分億単位で年間何億、そういうのも試算してるんだよね。そうですね、頑張っていきましょう、引き続き。久々の開放ってことで魚影も濃いのと、側溝門旗とかね釣れてるんで、私は子供が魚を釣るシーンの実現にぜひキスがね釣れてたんで、キスね、何匹か頑張りましょう。ちょっと私も今誰もやってない釣りがブロインですね。ジャーキングで多分水が濁ってるから、で手前イワシいっぱいいるんでシーバスが出そう。お、来た来た、ひろち来た。ベラベラ。さっきから針食ってた。はいはい、さあ持って。村岡家1行目。はい、1行目、はい、チーズ。ちょっともうちょいにこやかな笑顔だけど、なんか晴れ渡る青空と広がる子供の笑顔みたいな感じです。このままそっと包んで持って、あそこにプールあるじゃん。あそこに入れてきてください。ひろっちが釣りました。ひろっち何釣った？ 9000ベラ。大門旗、カサゴ、白ジス。ひろっち入れて続いて釣りましょう。俺思うんだけど、なんかここの自衛隊員の人もいっぱいいるから釣り部を作ったらいいんだよね。自衛隊立山航空基地釣り部、ブルブルで全面的にサポートして、一定数釣りハマってたらかえって閉鎖になっちゃったりしてね自衛隊の人しかやってないみたいな、まあそんなこともないけど、もうこの堤防の基本的に管理はお役所なんですね。国と県とかで管理してて、ただここに立ち入るために自衛隊の敷地を通る必要があるっていうんで、それで自衛隊堤防と呼ばれてたんですけど、関係者が多いのでもう達郎がね何度も話し合いして、でこのビブスにも書いてあるように日朝新です。本当に主体で動いたのは日朝新の千葉支部、今回本部からも来てますけど、ようやく試験開放ですね。で今回いろんな調査、適正業とかね、ただオープンしちゃうとまた大変なことになっちゃうんで、どうするんだろうな。でもそれはみんなで考えていかなきゃいけないし、この動画でもう一つ言いたいのは、釣り具メーカーってたくさんあるけれども、別にうちだけじゃないです。釣り場の造成とかを守るためにお金をね使ったり、人を使ったり、時間を使って一生懸命やってる釣り具メーカーっていうのもたくさんあります。どことは言わないけど、今回はうちの事例ですね。残念ながらそういうのに全く関心のない、言葉は言うけど一切お金時間使ってないメーカーもたくさんあります。そういう中でね、やっぱこういう活動をすることは今はね、こう実際すごい大事だと思うんで、ぜひねそういうメーカーをやっぱ視聴者、釣り人のね皆さんは見て、で選んで
で同じようなものだったらそっちのメーカーを買うっていうのも一つのねこういう活動の支援になると思います。でどのメーカーもねこういうことやってるこういうことやってるって発表してるので、昔のように釣れればいいとか安きゃいいっていう全部が周り通る、こういうこと言うとまた炎上するんですけど、そういう時代じゃないよなってすごい思うんですよね。ぜひねそういうメーカーを支援してほしいし、千葉県館山なんかはブルブルのね館山工場があるんで、自分ごとでね館山の社員とかもみんなここ利用してたんで、開放に向けてね一丸となってみんなでやってきて、今日もね社員手伝ってやってますね。やってるメーカーもあるんだっていうのを知ってほしいですね。おかげさまですごい持てる力っていうのはすごい増えたんですよね。2年連続、多分3年連続になると思うんだけど、館山市にも相当な金額のね寄付をさせてもらってるし、そういう寄付があるからやっぱいろんな聞く耳話をね聞いてくれるとか、そういうこともあると思うし、大事なことだと思ってます。企業活動としてね。でその寄付の原資は全部皆さんがルアー買ってくれたお金から来てるんで、僕らがじゃないですよ、ブルブルの製品を買ってくれるみんながこの活動をね支えてるっていう認識でやっております。釣り場開放の会長でさ、どんな企画でもいいよってなったら、これ完全な俺の持論だけど、有料釣り場でいいと思う。1日1000円か1500円いただいて、100人とかトラブルにならない適正な幅で入ってもらって、でそのお金で管理する人を雇ったり、やっぱり行って100人入れば1人2人ゴミの処理もできないようなね人が紛れ込むんで、それが問題を起こすんで、その100人で払った入場料で雇った人がそこを掃除すればいいと思うんで、そういう管理人を雇う費用になったり、なんだったら施設をそのお金で増強してって、どうしたって台風が来るたびに崩れていくから、ここは子供が落ちちゃうんじゃないかっていうね、斜めになっちゃったとこなんかは直すとか、そういう費用に当てて、釣り場の維持管理にお金が絶対いるんで、それを税金で賄うんじゃなくて、やっぱり利用者で賄うのが公平だと思うんだよね。だからお金を取ってやったらいいと思うし、なんだったらちゃんと今のネット技術があるんで、先端は1日4000取ってもいいと思う。先端 10m ずつは根元に行くに従ってちょっとね魚のチャンスは減るので、どうしたって安くなっていくっていう、そういう感じでやったらいいのかなとか思うな。収益を最大化するって点で、そういうふうに金額に差をつければ、まず有料釣り場の問題、全国にね今度有料釣り場の先端を取るためにもう前の日の夜から並んでる人がいたり、クーラーボックスがいっぱい並んでたりして、それがそれでトラブルになるんで、それを抽選方式にしますとか、こういろいろやるんだけど、日本人はねそういうフェアな発想が好きなんだけど、例えばホテルなんかもそうだけど、いい部屋は高いのが当たり前のように、いい釣り場は高くてだんだんこう安くなっていけばいいと思うんで、自分で納得できる料金を払えばいいんで、外野が文句言う話じゃないと思うし、先端5000円だって聞いても、その5000円の価値を感じる人が買えばいいんで、5000円に区画でこう管理人さん1名ぐらいはねアルバイトを雇えるわけで、それは俺の持論ですけどね。ちゃんと登録制とかネットで買う時のねチケットとかで個人情報もらっとくと、人って社会性を持つんで、トラブった時に出禁になるって可能性が出てきたりした時に、そうそうね荒ぶる人って減るし、公共心のない人が外に出てきて、自分の知り合いが誰もいないとこで公共心がない人が粗相をねゴミ捨てたり、とんでもない普通の感覚だったらありえないトラブルを引き起こしてくるのはそういう人ですね。たった1回の事件で延べ何百人で守ってきた文化がぶっ壊れるっていうのが全国の釣り場で起きてることなんで、それをマナーよくマナーよくってずっとやってきたのが釣り業界なんだけど、もうそんな人はねマナーなんてないんで、そもそも公共心ですらないんで、だからその人が釣り業界に来ちゃってるのが不幸であって、同じ人種が山に行けば山に全部を捨てていくし、車からねゴミ袋バンバン捨てるし、公共心がないっていう感覚が俺には分かんないけど、日本人のね 40% ぐらいないらしいですよ。で日本人の規範は公共心で保たれてるんじゃなくて世間体で保たれてるんで、海外欧米との差で、欧米はすごく公共心教育が盛んなんで、とても公共の場を乱す壊すことに対して全員とてつもなく意識が高い。お打つと工場長龍吾です。忍者り、あいいね、カサゴ。足元ちょんちょんですよ。
いいサイズ。たくさん有給休暇を使って釣りに行ってる全国釣りしてる泉ですこの1ヶ月のうちの20日間は自分で取った有給と悪天候により取れるしかなくなった有給で、島から出られないみたいな、遠征先が出られないみたいな、やむを得ずそれで引き続き釣りをするっていう。やむを得ずね。ある龍吾担当の進捗報告、諸事情により全然進んでおりません稼働人数が全員知ってるってなんていうか知ってる。誰も何も言わないです。知ってるそれなんていうか知ってる。自業自得っていうんだよね。そういう状況を四字熟語で何て言いますかって。みたいな。自業自得と言いますあそこで全員が笑っちゃうぐらいの四字熟語言ったら面白い会社だよな。うちの会社もちょっと遊び心がなくなってきて最近危惧してて、7人ぐらいの時まではそういう俺の問いに対して真面目さよりそこを笑わせる遊び心が勝ってたんだけど、最近みんなねやっぱり人数増えたからみんな真面目なこと言うようになっちゃって、非常に俺はそれが不満で。いや会議が厳格な感じになってきてる。だんだんなってきて工場長って崇められるくらいになっちゃったもんね。別に偉くなった気は全然しないんですよ。やってることも変わらないし。そう。解放に向けて一歩前進で、今後どうなるか分かんないけど広がるっていいね、この動きがね。試験的でもありえないぐらいの話だと思うんだよ。4年の歳月でここまで来たというかね、ようやく頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。入れるカサゴ。ちょっと入れときます。娘が種類つってたね。20センチ。20センチ、20センチ級です。いいサイズだね。ね。ナイス。さすがです。釣りたいな。俺何にも釣ってないんだけど。最近なんか俺釣ってない動画が多い。なんでだろう。麦わら帽かぶって一般人っぽくやってますけど、航空自衛隊館山基地の釣り部発足の際には私でよければ先生役やりますんで、理解してもらった方が早いよね、やっぱりね。私も餌釣りやってみます。カサゴ釣りたいね。何にも釣ってないからさ。んで当たってる当たってる。磯目の周りに群がってるね。いや止めとくとベラにやられるから。ベラいい顔した、いい顔した。お前じゃないのだこれで坊主はなくなったから、今のベラでね、とりあえず一般の人といえどある程度は釣っとかないと。懐かしいな。昔外房でよくやってたんだよね。やってない釣り、カジキ釣り、クルーザーのね、あとは鮎釣りはやらないようにしてる。まだそのうちやるから。だって唯一スレがかりっつって口にかけないでボディに引っ掛けて、それが正当化できる釣りじゃないかな。他にあんのかな、スレがかり。まあカット釣りもそうだけど、どんだけ魚いいんだ。すげえな。いや幸せな時間ですね。これがなんかいい形につながるといいな。この動画も何万人かの人が見ると思うんだけど、みんなでいい形になることを祈って見守っていきたいですね。自分たちも活動してて思うんだけど、必ずしも全部が全部釣り人排除っていう流れじゃなくて、やっぱり行政も釣り人が来ない経済効果が大きく落ちるのは分かってるし、例えば漁師さんだってトラブルなんないなら極力漁師さんも国とか県が作ってくれたものを借りて自分たちやってるって認識があるんで、使ってないとこは釣り人が入ったっていいよっていうノリもあるんですよね。だけどやっぱりトラブっちゃったり、なんでか知らんけど漁師の船に引っ掛けて釣り竿が飛んでって弁償しろって言ってトラブルになった事件とかね、静岡であったり、どういう感覚みたいな事件もね起きるんで、まあ昔からあったんだけど、それが SNS とかで広がっちゃったりで排除って方向になっちゃうよね。そうするとね。だから人間ってほっとくと全部管理されてコントロールされた中にいるのが実は一番精神が安泰するんで、例えば家の中に虫が入ってくると嫌じゃない、みんな。だからそういうように自分がコントロールされたことを乱すものをすごい嫌がるんだよね。で釣り人って自然な遊びだから、やっぱり面白さもある反面、釣り人が行ういろんな言動はこの周りとのね調和を乱す可能性がすごい高い遊びであるんで、やっぱ針を振り回したり針を投げまくる遊びだからね。だからその予期せぬにも備えるじゃないけど、それを許容できない世の中になってるのはすごい思うんで。
釣り人なんかはもう生き方として遊び方としてそのコントロールできない中でいろんな可能性を追ったり追求してるのが楽しい遊びだって。今日は楽しい堤防開放日ですから、その世を憂いてる場合じゃないんです。あと5分だよ、かかってくんないと終われない。潮止まりかな、全然当たんなくなった。当たった食ってる。よし、お、どうだ最後こんなんつって締めでかいですね。でかい。顔覆っちゃうみたいな。最後かわいいな。解放される日まで元気で暮らせよ。鈴木に食われんなよ。ていうかみんな撤収できる準備してるから、これは撤収しといた方がいいんじゃないかな。いやー楽しかった。久々の堤も良かったです。2号堤防最強。ルアーで釣りたかったな。シーバスは、まあ、朝だな。時間帯と先端でずっとやってればチャンスあったかもだけど。よし、じゃあ撤収だ。撤収。これが全体、一部。何がいる？アジ、シロギス、チヌ、ボラ、カサゴ、あとオオモンハタも早々に釣れてたね。いやー立派。